ガンダム作品にはそのフレーズやシーンのインパクトから聞いただけで何のシーンを指しているか分かってしまうセリフが多数存在します。往年のファンは思わず口ずさんでしまうような定番のフレーズから逆に使われなさすぎて印象に残っているセリフまで、その種類は様々ですが、ガンダムに最近触れたという方からすれば何それと困惑してしまうセリフも多いのではないでしょうか。そこで今回はガンダムシリーズに登場したインパクトが強すぎるセリフ6選を紹介していきたいと思います。なお本動画はコミュニティでアンケートを取った内容から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。あんなの飾りです。こちらは機動戦士ガンダム第42話からシャアとジオンの整備兵の会話から飛び出したセリフです。アバオアクーデの最終決戦でニュータイプ専用の新型モビルスーツを与えられるのですが、キシリアからは完成度 80% と聞かされていました。そして実際にモビルスーツデッキに向かってみると足のないモビルスーツとご対面。さすがのシャアも足はついていないとこぼすのですが、それに対し整備兵はあんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよと言い放ったのでした。あんなの飾りという思い切りの良さ、そして偉い人にはわからないという現場の人間の苦悩を感じさせるインパクトあるフレーズが視聴者の心をつかみ、40年以上の間ファンの間で愛される屈指の有名なシーンとなりました。また自分が手がけた機体への自信、そしてキシリアやシャアの言い分にすらはっきり物申す整備兵の姿勢も非常に好感を持たれており、本シーンにしか登場しないにもかかわらず高い支持を受けています。テレビ版当初はただの名無しの整備兵だったはずが、人気が出たからか小説「月光の夢宇宙の魂」ではリオ・マリーニという名前が与えられて登場。さらに漫画「シャーズ・リレイティッド・アフェア若き彗星の肖像」などでもチーフメカニックとして登場しています。ちなみに足なんて飾りですとよく言われますが、実際のセリフはあんなの飾りですが正しい表記となっています。ただ足なんての方が状況を端的に伝えられる上に、日常会話では絶対出てこないインパクトがあるからか、足なんて飾りですと言われることが多いようです。ちなみにガンダムにおけるモビルスーツの足は宇宙空間において推進剤の消費量を抑えながら姿勢制御を行うアンバックの役割も果たしているので、完全に飾りというわけではありません。だからなのか、漫画「シャーズ・リレイティッド・アフェア若き彗星の肖像」で再登場したマリーにも足をつけたパーフェクトジオングとなり、バランスと機動性が向上したことでまんざら飾りでもないと分かりましたと自身の過ちを認めています。坊やだからさ。こちらは機動戦士ガンダム12話からシャアがガルマザビの国葬を見ながら発したセリフです。ホワイトベースの追撃を行っていたガルマザビですが、シャアの策略によって死亡。その後ジオン本国でガルマの盛大な国葬が行われた際に、ギレンが戦意向上を目的とした演説をするのですが、その一節「諸君らが愛してくれたガルマザビは死んだ。なぜだ!」に対するシャアの独り言こそ坊やだからさです。メイゼリフひしめくガンダムシリーズの中でもトップレベルに有名なセリフの一つで、相手の未熟さを笑うフレーズとしても非常に使いやすいこと。またジオンの赤い彗星とも呼ばれるシャアがバスへの酒場でサングラスと白スーツでグラスを片手に独り言をつぶやくシュールさも相まって非常に人気なシーンとして様々な作品でパロディされています。なおこのシーンの坊やだからさというセリフの意図に関しては現在でも様々な考察がされており、指揮官にもかかわらず危険な戦場に身をさらしたガルマの戦術面の未熟さ、最後までシャアの裏切りに気づけなかったお人よしな性格を坊やと評しているという説。一方でシャアのどこか沈んだ様子から、これはシャアの自重的なセリフで、かつての復讐心に駆られ友を殺してしまった自分を笑っているとも取れるという説もあります。なお劇場版「巡り合い空編」ではシャアがキシリアとの会話の中でガルマ様の時虚しくなりましたと語っているシーンがありました。このシーンでシャアが本音を語っているとは限りませんが、少なからず友人を手にかけたことに思うところがあったとも捉えることもできます。このようにたった一言のセリフから
様々なシャアの心情を考察できる味わい深さも長く愛されるシーンとなったゆえんなのではないでしょうか。放熱版。続いて劇場版逆襲のシャアにてニューガンダムと対峙したギュネイガスが放ったセリフが元ネタです。作中中盤、ロンドベルの女性パイロットであるケイラがギュネイの手に落ち、ニューガンダムを鹵獲するための人質にされてしまいます。さすがのアムロも人質を取られては戦えず、ギュネイの言う通り武装を解除するのですが、その際パージしたフィンファンネルを放熱板と勘違いしたギュネイが放ったセリフが、ふざけるな、放熱板が何だってんだです。当時のギュネイは少々神経過敏になっていた部分もあってか、武装とは関係のない放熱板をパージしたアムロの行動をバカにしているもしくは反撃の隙を伺っていると感じ怒ったのでしょうか。それ自体は何も不思議ではないのですが、ギュネイがフィンファンネルを放熱板と勘違いしたことに関してはファンの間でも大きな謎となっており、現在まで語り継がれるフレーズとなりました。なお当時ネオジオンで主流だったファンネルの形状とフィンファンネルはあまりにもかけ離れたものだったため、ファンネルと認識できないのは仕方がないこととも考えられます。そのためファンネルが武装と分かっているアムロは言われた通りに武装を解除しているものの、武装と認識できていないギュネイからすれば指示とは関係のない動きをしていると受け取られ、怒りを買ってしまうのも仕方がないのかもしれません。ただ宇宙世紀のモビルスーツを見渡しても放熱板を装備している機体はあまり見られません。そのためギュネイが本当にファンネルと認識できなかったと解釈すると、逆にギュネイはなぜフィンファンネルを見てそれが放熱板だと思ったのかと、さらに疑問が深まる結果となっています。なおフィンファンネルは放熱板と勘違いするほど薄い板ということから、ガンプラモデラーの方の中ではフィンファンネルをいかに薄く改造するかという点がテーマの一つとして挙がることもあります。黒歴史。こちらはバーンエーガンダムの作中ですでに消滅した歴史や遺物を指すフレーズとして何度も登場したワードです。ロランセアックたちが過ごす時代のはるか昔、人間が争いを繰り広げ続けていた歴史がありました。しかし歴史の終盤に現れたバーンエーガンダムが地球圏全土に月光町をばらまいたことで、事実上人類は壊滅し、文明も産業革命以前レベルまでに衰退しています。このターン A によって滅ぼされるまでに蓄積されていた歴史を黒歴史、そして人類がもう一度文明を築き上げた世界がロランの生きる西暦として描かれていたことが判明しました。黒歴史は再び戦争を起こすきっかけになりかねない忌むべき歴史とされており、その資料は月にて厳重に管理されていますが、モビルスーツをはじめとした遺物は地球上の至る所に埋もれています。ちなみにバーン A が滅ぼした黒歴史にはガンダムシリーズでいう宇宙世紀だけでなく、アナザーシリーズにあたる G ガンダムの未来世紀、ガンダムウィングのアフターコロニー、ガンダム X のアフターウォーなども含まれており、基本的にガンダムの物語の行き着く先がターン A という位置づけとなっています。このようにガンダム作品すべてにおいて非常に大きな意味を持つフレーズですが、単純に抹消された歴史やなかったことにされた歴史を意味する単語としても非常に使いやすかったため、ネット上でも高校時代のあれは黒歴史といった使い方をするスラングとして定着していきました。そして現在では隠された歴史として辞書にも登録されており、すでにスラングの域を超えて一般用語として世間に定着していると言っても過言ではありません。そういう意味ではガンダム初のフレーズの中で最も有名なセリフではないでしょうか。火消しの風ウィンド。こちらは OVA 新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツにてゼクス・マーキスが自分のコードネームとして使用した名前です。イブ号終結後消息不明となったゼクスですが、マリーメイヤ軍の反乱に合わせて大統領直属の情報部プリベンターに接触。その際レディ・アンに自ら提案したコードネームが火消しの風ウィンドでした。しかし作中ではゼクス自身が名乗っている以外は誰もウィンドとは呼んでおらず、むしろ直前にウィンドと名乗りを上げたにもかかわらず、デキムからはゼクスマーキスと呼ばれていたり、ガンダムパイロットたちからは変わらずゼクスと呼ばれていました。このせっかく考えたコードネームを誰にも呼んでもらえていないというシュールさから、ネットではガンダムシリーズの中でもトップレベルに不遇な偽名としてネタにされることもあり、
ゼクスの声優小安武人氏からも突っ込まれたこともあります。なお作中の描写を見る限り、プリベンターのコードネームは組織側から与えられるもので、ウーフェイをはじめマリー・メイアとの戦い以降、組織に参加したガンダムパイロットも全員組織から地球の自然現象になぞらえたコードネームを与えられていました。にもかかわらずゼクスは自分でコードネームを提案しているという点がウィンドのシュールさに拍車をかける要因となっているのかもしれません。ちなみに公式のトールミス3の紹介セリフでは散々こすられており、ガンダムチャンネルの紹介動画でもウィンドことゼクスと呼ばれていたり、リアルグレードトールミス3の紹介ページでも火消しの風プリベンターウィンドと大々的に表記されていたり、バトーペ2のトールギス3紹介イラストでも差し詰め火消しの風ウィンドとでも名乗らせていただきましょうかと書かれていたりします。また他にも新 SD ガンダム外伝該当新戦機ではトールギス3を元にした SD 機体が新風騎士ウィンドと命名されていたりと、呼ばれない割にはやたら公式から気に入られているコードネームとなっています。神経が苛立つ。こちらは劇場版先行のハサウェイからマフティーを語るハイジャック犯が放ったセリフです。映画冒頭、ハサウェイたちの乗るシャトルハウンゼンがマフティーを語るハイジャック犯によって占拠されます。乗客はパニックとなり、客室は大騒ぎとなるのですが、そこでカボチャマスクの偽マフティーが銃を乱射。そして悲鳴を上げるな、神経が苛立つと言い放ちます。該当シーンを見る限りではテロリストにハイジャックされた中、神経質な犯人を怒らせてしまったと一言でわかる緊迫感のあるシーンで終わるはずでした。しかし2021年4月18日に YouTube で公開された先行のハサウェイの冒頭映像により事態は急変します。なんと該当動画にて自動字幕を生成すると、神経が苛立つが陰茎が苛立つとどしもネタに変換されてしまったのです。おそらく AI が死をいと誤認識してしまったのが原因と考えられますが、これによりハイジャック中という緊迫したシーンでハイジャック犯が突然性的興奮を覚えるギャップからシュールなネタシーンとして消化されてしまいました。ということで以上、インパクトが強すぎて何のことか分かってしまうガンダムのセリフ6選でした。セリフによっては相手を不快にさせてしまう蔑称や下ネタもあるので、取り扱いには十分注意しましょう。ぜひ皆様が印象に残っているセリフもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。